はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回はラブメッセージということで、恋愛や人間関係に特化した内容でお届けしたいと思います。お待たせしてすいませんでした。まずは、パートナーがいらっしゃる方や気になる方がいらっしゃる方との関係性というものを見てみます。でその後新たな出会いを求めていらっしゃる方は5月末までの出会い運として見てみますので、ぜひ最後までご覧ください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。まずはパートナーがいらっしゃる方ですね。2人との関係性はっていうと、カップナイト。はい、ちょっと無言にならしてください。今このどなたのことを思い浮かべているか分かりませんけれども、その方との関係性っていうのは非常に優しさでつながっていたっていう感じがあるんですね。どちらかがどちらかに優しくすることで、相手もその優しさを受け入れて感情的に満たされていた関係なので、今この関係性はと言われた時にやっぱり優しさはありますよなんですけども、なんだか素直に優しさを出せない、もしくは出せる状況じゃないっていう感じで、特にこれは双子座の皆さんの方だと思うんですけど、やはりちょっとここまで仕事が忙しかったとか、特に3月20日以降っていうのは新しい自分の可能性に向けても動き出していきたいしっていう時に、これまでのようにこの人だけをケアするとか、この人だけに優しさを出すっていうことがなかなかできない。他にもやることいっぱいあるんですみたいな感じがあって、その中でなんとか折り合いつけてこの方とも向き合っていってるけど、なんかそれが相手からしたらちょっと不満足っていう感じがして、でもね、双子座の皆さんからしたらうまくやってるし、これ以上どうしろというのかみたいな感じ、そんな喧嘩腰じゃないですよっていう感じがあって、自分ではうまくやってるから相手の人が密かに不満に思ってるっていうことに気づかないって感じがあります。そして相手の方っていうのはなんだかね、これは別にその双子座の皆さんの言動がどうとか関係なしに、相手の方がちょっと疑い深くなってるのかなっていうのがあり、その自分から湧き上がってくる疑いを他者に埋めてもらいたいと思ってる感じがするんですね、この方が。でも自分から生まれてくる疑いっていうのは自分で消すしかないわけで、その時になんかこれまでは結構優しい言葉を双子座さんがたくさん言ってくれたから、自分はああかもしれないしこうかもしれないしっていうことですごく期待を膨らませていたけれども、最近はその嬉しい言葉があまり前のように来ないと。でそれに対して気持ちが離れていっちゃったのかなみたいな感じで疑いの気持ちを持っていますね。だから疑いをもっと晴らしてくれると、前よりもっとたくさんの言葉がけが欲しいとか連絡が欲しいと思ってるけど、今はそれどころじゃないから、双子座さんが。だからなんかそんな風にできないみたいな感じかもしれませんね。だから水面下ではその相手からの責められてるかのようなエネルギーがあるって感じなんですよ。会えて嬉しいなとか、また楽しくできて嬉しいねって言いながら、どっか水面下でもっと連絡してよみたいな、そういうエネルギーがあり、でそのエネルギーをなぜか双子座さんも無意識的にキャッチして、ちょっと今ギスギスしている感じだったら違うことしとこうかなみたいな感じで離れていこうとすると、余計相手が怒るみたいなね感じがあって、だからせっかく持ち合わせているお互いの優しさっていうのが本当はあるんだけど、うまく水面下ではちょっとそこが優しさだけではない怒りみたいなものもあるなって感じです。まるで双子座さんって風のエネルギーで、非常に軽快にいろいろコミュニケーションを取っていける人なんですけど、相手の人はもっと感情的に満たしてほしいみたいな感じがありますね。どうなんでしょうか。ちょっと深く見てみましょうか。相性とかっていうのがね、単にもともと持ってる素質で的に合う合わないあったとしても、それぞれの成長度合いに応じてどんな相手だってうまくやろうと思えばできますからね。相手はもっと楽しませてほしいって感じですね。で双子座さんも相手に対してやっぱ悔いがたい魅力を感じていたのであれば、それはそれでお互いにいいわけなので、じゃあまた
こう健全に会いましょうみたいな感じかな。今ちょうど金星も水星も逆行してますから、なんとなくこうすれ違いみたいなのもあるかもしれませんけど、素直なもうベーシックな素直な感覚で言うと、双子座さんもこの人のことが好きか嫌いかっていうと、いや好きだなと思うなら好きでいいし、相手ももっと遊びたいと思うなら双子座さんのように軽快なエネルギーで遊べばいいしっていう感じで、お互い見習うところがあるみたいですね。ちょっと今後の可能性見てみましょうか。うまくやっていけますよってやっぱり出てます。で、双子座さんの中ではなんか鬱陶しいなと思ったらもうすぐ切りたくなるみたいな感じもあるのかなんかここでデビューでもうなんか囚われるの嫌なんだよなみたいな感じがちょっとあるんですよね。でも相手はただ単になんかもうちょっと安心させてほしいだけなのよみたいな感じがあるので、いや十分惹かれてるよっていうか十分大事だと思ってるよっていうことだけ伝えてあげればいいんじゃないでしょうか。やっぱりまた時が来れば普通に楽しくできる時もあるし、お互い調子が悪い時は調子が悪いのかもしれないしっていう感じで、波があるものですよと。そしてこの関係として言われているのが、そのお互いの感情のシェアだったり優しさを持ち寄るっていうことが一番大事な、今大事みたいなので、ぜひそれでやって関わってみてください。そんな感じかな。ちょっとあっさりですか。もし、通じましたという方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。でここから新たな出会いがあるかどうかを5月末までの運勢として見させていただきます。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ4の逆、カップのページかな、ページですかね。プリンセスです。そして、ペンタクルスのエース、そして運命の輪、ペンタクルス10逆、ワンドエース、そしてペンタクルス5ですね。気をつけることは対策が、ワンドの7逆と女教皇逆と、オラクルはカップのキングです。新たな出会いありますかって言われると、ありますねっていう感じですね。これは何だろう。なんかでも恋愛だけじゃないかもしれませんけどね、上司だったりとか、何か自分より目上の方で尊敬できるなっていう人だったりとか、なんかすごく自分の感情をまろやかにしてくれるなっていう人だったりとか、自分がその人と関わることによって非常にやっぱりいいところが、優しさが出てくるみたいな感情面が、例えばの話ですけど、双子座の皆さんって本当軽快で器用だから、自分の感情というものを置き去りにしてやるべきことをどんどんこなしていけるっていうのがあると思うんですよね。だけどこの今新しい出会いありますかって言われた時に、双子座さんの感情をちゃんとフォローしてくれたりとか、分かってくれる人、感情を豊かにしてくれる人と出会うよっていう風に出てるんですね。なのでそれはそれで良かったなっていう感じなんです。ただその新たな出会いって言った時に、誰かを特別に求めてるわけじゃないんだっていう感じがすごくするんです。でこれは双子座さんは今ね、ちょうど木星も双子座に入っていて、非常に今年の前半までっていうのはもう人生が華やかに展開していくという時なんですよね。でも展開していくエネルギーっていうのは同時に何かが終わっていくエネルギーでもあるので、終わっていく方に焦点を当ててる人にとってはなんか別にそんないいことないけどなって思うかもしれないんですけど、後から考えたらあの時が始まりだったなっていうのを感じる時なんですよね。ですので何か新しい出会いって言った時に本当に意気揚々と、よし新しい出会いを求めるぞみたいな感じで求めてないっていう感じがあるんですよね。ただ出会いに限らずなんですけど、なんだか自分の人生が変わるかもしれないという予感はあるって感じがします。ここでやっぱり少し前にペンタクスのエースが出てて、この運命の輪も出てるので、なんか今このタイミングだからこそ来た話なんだなとか、今このタイミングだからこそ今この人と向き合うべきなんだなみたいな感じがあります。そしてその後プロスペリティということですごく大事なことに気がつくよっていうふうに言われてるんですね。これは関係性においても、なんかこれまで自分がなんか新しい人と出会って幸せとかそういう感じではなくて、これまで
関わってきた人たちに対しての感謝の思いだったり、すごく私家族に支えられてたなだったり、なんかそういうこれまで関わってきた人のたちへの愛情やなんか感謝がすごく溢れてるなって感じがします。でもこれは今の双子座さんだから感じられることっていう感じがあるんですね。でその上で新しい関係求めますかだったら全然求めていけるバイタリティあります。その情熱もあります。ある。で、特に4月の後半からっていうのはすごく火のエネルギーが強くなるので、双子座さんもその火のエネルギー使ってなんかもちろん何か関係性っていうのは盛り上げていくことはできる。だけど急にまた前のような自分じゃないんだみたいな感じで自分をすごく卑下してみたりとか、相手に必要とされない自分みたいなことを感じてみたりとかっていうことで、なんだか急に自分の在り方みたいなものに急に焦点が当たって弱気になってるなって感じがちょっと出てます。でもね、今言われているのは本当にその自分がどれだけ自分に自信を持ってどれだけ有益に物事をこなせてスマートに生きてるかではなくて、自分の感情というものをどれだけ認めてますかとか、どれだけ感情豊かに生きてますかみたいな、そんな感じのメッセージなんですね。だから誰かと出会いますかって言われた時に今必要なのはその感情的に豊かにしてくれる人だったり、この人と関わるとなんか心が落ち着くなみたいな、そういうことだよっていうふうに言われているので、自分の有益さとか自分がどれだけ稼いでるかとか、その人にとって自分はどういう立ち位置の人だみたいなことを自分で勝手に査定する必要は一切ないんですね。でも自分で勝手に査定しそうだなと思ったので先に言っときました。なのでぜひその豊かな感覚、感情っていうものをなんかこう解きほぐして言ってください。それがメッセージだなって思いましたね。プラスに出るとね、例えばすごく素敵な人に出会ったからその人に見合う自分になろうとして自分を高めていくっていうのはいいんですけど、なんか自分を卑下するっていうのはまたちょっと違うのでね、ちょっと最後にもう一枚オラクルカードを引かせてください。どうなんですか双子座さん。これかな。はい、このカードを見て何か感じることがあればメッセージ受け取って、ご自身でもメッセージ受け取ってみてください。そしてよかったらコメントで感想をシェアしていただけると嬉しいです。いかがですかね。セパレーションということで何かからやっぱり距離を置くタイミングなのかもしれませんね。何かから距離を置く。なんか今そのさっき言ったところで今まで関わってきた人たちや、例えば自分が不満を持っていた人たちも含め、家族だったりパートナーとかその過去別れた人も含め、そういう人たちに対してのなんか感謝の念みたいなのが出てきてるんですよね。でそれってすごくいい区切りだと思うんです。なので何かからのこの関係性にちょっと距離を置いて、自分の中のなんかこう新しい可能性っていうのを見ていくんだなって感じがすごく出てる気がしました。私がちょっと全体的に思ったのは、さっき言ったそのなんかこうとにかくもう doing って感じで、何かをどれだけ有益にできるか、どれだけこなせるかっていうことで自分のなんか魅力っていうものを示すのではなく、感覚的なもの、感情的なものっていうものが今開かれようとしてるよっていうのが一番のメッセージだと思ったので、なんかそんな感覚で自分の感情をほぐしてくれる人と出会うかもなぐらいに思ってたらいいかなと思います。はい、ということでもし何かしら分かりました、通知ましたよという方はいいねボタンやチャンネル登録で教えてください。ということでまたすぐにお会いしましょう。次は4月のねまた全体運の動画をアップしていきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。